皆さんこんにちは。やぶ基礎デッサン講座の藪下です。中級編第12回目はハケとブリキのバケツを描きます。形、比例、材質感、固有色、立体感、空間、構図などに注意してデッサンを進めます。モチーフを大きく捉えることで立体感や空間を表現し、細部を描写することで材質感やそれらしさを表現します。ハケとバケツはこれですが、モチーフのことをよく知ることが魅力あるデッサンにつながりますから、書き出す前によく観察してモチーフの形や色や構造や手触り、重さなどを確かめます。小さな部分ですが、バケツの上の開口や底の部分の金属の折り返しの形、取っ手とバケツのつなぎ目、取っ手真ん中の木の形、胴体部分の波形模様など、ハケは毛の束が木製の柄に差し込まれているつなぎ目や柄の断面形状などの小さな部分も見落とさないように観察しておきます。またモチーフを手で触ってブリキのバケツの金属の厚みや少しヒヤッとした冷たく滑らかな手触り、逆にハケの毛の束の感じや木製の柄の温かみのある手触りなども確かめてください。画用紙は八つ切りの大きさ 38cm×27 センチと、鉛筆は三菱ユニの 3H から 5B までの濃さの鉛筆を使いました。また鉛筆の濃さをこのように表示していますから参考にしてください。制作時間は4時間でした。動画の再生速度も画面中に表示しておきます。この動画を最後まで見て、制作手順、鉛筆の動かし方、練りゴムの使い方などをぜひ参考にしてください。また初級編第2回の紙コップのデッサンの動画も見返しておいてください。それではハケとブリキのバケツのデッサンを始めましょう。まず最初に当たりを取ります。光源は左斜め上にあります。画用紙のどこに書くのか、大体の位置と大きさを薄く書きます。鉛筆を軽く持って筆圧を抑えて薄く書いてください。実際のモチーフより小さくならないように少し大きいくらいがいいです。鉛筆は HB を使い、芯先と指の間の距離を空けて長く持ち、スピーディーな線を描きます。バケツは大きくて金属製ですから、画面の真ん中寄りに、ハケはバケツと方向が重ならないように置いています。形を描いていきます。測り棒を使って A、B の長さの比率や A とバケツの高さ C との比率を確認しておきます。必要に応じて各部分の長さの比率を確認します。他にもこの図のようにポイントになる点を通る水平線、垂直線を測り棒で想定して、それらが他の部分のどこを通過するかを確認しておくといいと思います。バケツから描いていきます。バケツの高さと横幅を決め、中心線を描きます。バケツの上の楕円の横方向の中心線を描き、起点の4点から中心線に対して対称になるように丸め、その後間をつなぐようにして楕円を描きます。金属の折り返しによる楕円も描いておきます。この部分は三重の楕円になっています。初級編7のガラスコップの動画を参照してください。底の楕円の横方向の中心線を描き、上の楕円とつないで側面の輪郭線を描きます。次にバケツの底の楕円も描きます。この時一点透視図法の約束によって上の楕円よりも下の楕円の方がより円に近い形になります。金属の折り返しの楕円も描いておきます。バケツと取っ手のつなぎ金具を描きます。
小さな形ですが、中心線から形を割り付けて描きます。反対側のつなぎ金具も楕円の中心を通る補助線で位置を決めてから描きます。取っ手の木製部分も中心線を描き、形を割り付けて描いていきます。取っ手の針金部分は湾曲具合に注意して、とりあえず線の束で描いておきます。バケツ胴体の波形の形を描いていきます。波形の一番上と一番下の楕円は横方向の中心線を描き、起点の4点を出して描いていきます。真ん中の楕円は上下の楕円を基準にして形を割り付けて描いていきます。この波形の部分は3つの山の形からできています。反射で光っていたり暗いものが映り込んでいて見づらいですが、ゆっくり観察してどのような形なのかを確認しておきます。ハケを描いていきます。ハケのよく曲がっているポイントになる部分がバケツとの位置関係でどこにあるのかに注意しながら描いていきます。毛束の部分は大きな面の方向を意識して大まかに描いておきます。印刷文字の部分も大まかに割り付けて描いていきます。これで形は完成です。最後に不要な線は消しゴムで消し、濃くなりすぎた線は練りゴムで薄くして、消しカスは跳ねぼうきで払っておきます。明暗を描いていきます。最初に光源の位置、モチーフの暗い部分、明るい部分、大まかな明暗や明暗の流れを確認します。手前にあるハケから描いていきます。ハケは変形した直方体と考え、上向きの面、左側面、右側面で大まかな明暗の違いを描いていきます。毛束の部分は黒くて分かりにくいですが、意識的に面の向きによる明暗を描きつつ、特徴的な毛束の中の暗さも描いていきます。バケツを描いていきます。
バケツは円柱形の形を表す縦線と横線で書きます。バケツの中心軸に対して水平面、垂直面で切った時の切り口の形です。その他にも形や明暗のつながり、映り込んでいるものの形を表す方向の線も使って書きます。形を表す縦線を多用して円柱形を意識しながら書きますが、こういう映り込みなどは少し線の本数を増やして書いておきます。バケツはハイライトや映り込みなどがあり、明暗がチラチラして少し分かりにくいですが、仮にこれが紙コップのように真っ白であれば、どういう明暗ができるのかを想像して書いていきます。取っ手の木の部分は円柱形の明暗を意識して鉛筆を入れます。毛束の部分は大きな面の向きを意識しながら、濃い色の部分や毛の重なりによる暗い影を中心に描いていきます。分かりにくいですが、接地面の影も描いておきます。柄の部分は変形した直方体または円柱と考えて、その明暗を適用します。上面の中間の色味、曲がり角の明るさ、明るさのすぐ下にある暗さ、側面の暗さ、接地面の影に分かれます。また側面の暗さは台紙に近づくほど明るくなります。このように小さくて分かりにくい形の明暗でも、基本形態の明暗を適用することで分かりやすくなると思います。バケツの内側は周囲にあるものや反対側にある内側の陰影が映り込んでいます。映り込みは何が映っているかを確かめた方が描きやすいです。波形模様の部分はハイライトもあり、チラチラした明暗変化がありますが、波形の上を向いている面、下を向いている面の明暗を確かめながら描いています。
手前の金属の折り返しの中にある暗さはかなり暗いですから、その暗さをしっかり描いて手前と奥の空間を表現します。バケツの胴体部分は前面に白い台紙が映っていて明暗が少し見づらいですが、目を細めて観察して大まかな明暗変化を捉えます。また白い紙コップをそばに置いてその明暗変化を適用するのも一つの手です。バケツに映り込んでいる台紙状の影やハケも描いていきます。映り込んでいるものは実物よりもぼーっとした輪郭線になっています。台紙状の影も水平方向の線を多用して大まかに描いていきます。台紙状の影と対応させながら映り込んでいる影を描いています。この部分の波形模様もどちらを向いている面が明るいのか暗いのかを確かめます。上を向いている面が暗くて、下を向いている面は台紙が映り込んで明るく見えます。また同じような暗さに見えますが、多少の明暗変化がありますからよく観察します。また左右の輪郭線付近は向こう側に回り込む曲面ですから少し弱く描いておきます。大まかな明暗に注意しながらより細かく映り込みや細部の明暗変化を描いていきます。デッサンは細部を書き込むことで全体の明暗の不備が見えてきたり、また全体の明暗を書くことで細部の描写の不足が見えてきたりします。全体から細部へ、細部から全体へと行きつ戻りつデッサンは進みます。取っ手の木製部分はかなり濃い色をしています。遅れないように光の方向と円柱形の明暗の出来方を念頭に置いて描いていきます。
バケツの底の金属の折り返し部分にも明暗変化がありますから見逃さないように。また台紙との境目の接地面の影を先の尖った鉛筆でしっかり描いておきます。ハケのこの部分が一番手前にありますから、接地面の影も含めてこの部分をしっかり描くことで前に引っ張り出します。毛束の部分はかなり濃い色ですから、大きな面の明暗の違いを意識して 5B の鉛筆を使って暗い部分を中心にどんどん描いていきます。毛束の左側面は毛の重なりによる陰影の暗さがちらちらと覗いていますから、短い線を使って描いています。この部分は斜めの面があったり切り込みがあったりします。小さい部分ですがよく観察して描いていきます。毛束を木の絵に固定する導線を描いていますが、こういう小さな部分がモチーフのそれらしさにつながりますし、存在感も高まります。尖った鉛筆を使って暗い部分、濃い部分を中心に描いていきます。細い線で一本一本の線を描くつもりで描いていきます。面の向きによる大きな明暗変化から逸脱しないように、また手前の毛束より奥の方を少し弱く描き、前後の距離感を表現します。またバケツに戻ってきて一番手前の金属の折り返しの強さを描いています。バケツではこの部分が一番手前にありますから、こことの距離感で他の部分の強さを決めていきます。台紙上の影も随分と明暗に変化がありますから見落とさないようにします。また同じ濃さなら手前は強く奥に行くほど弱く描いて、影だけでも前後の空間が表現できるようにします。バケツの内側に戻ってきて書き込みを続けます。ハケやバケツの手前の金属の折り返し部分の強さなどと比較しながら、強くなりすぎないように奥まった感じを表現します。短い線でより細かな映り込みを表現しています。波形模様の細かな陰影もここが頑張りどころですから辛抱強く追いかけます。
練りゴムを使って明るい部分を明るくしていきます。叩くように使ったり、さするように使ったり、練りゴムを変形させたりして使い方を工夫してみてください。練りゴムを使ってデッサンをするつもりで使います。今回はバケツの台紙の影がとても大きいので、ハケ周辺の台紙も水平方向の線で描いていきます。バケツの輪郭線付近は向こうに回り込む形ですから、練りゴムで弱め 3H の鉛筆を使って調子を整えています。時々2メートルほど離れたところにデッサンを置いて、モチーフとデッサンをゆっくり見比べてください。距離を置いて見ることで自分のデッサンを客観的に見ることができます。そして書くべきところをしっかり確認してからデッサンを再開します。見る、確認する、書くのサイクルを常に繰り返します。毛束の重なりによる暗い影を中心に短い線を使って書き込んでいきます。手前は強く濃く、奥に行くに従って少し弱く薄く書いて、小さな部分でも奥行きを表現します。この部分も小さな形が連続してありますから、しっかり観察して最後の書き込みです。バケツの強さと比較して、また全体の中での強弱の関係に注意しながら最後の調整です。輪郭線付近で回り込む形ですから、3H の鉛筆で線を重ねています。バケツの小さな明暗も全体の大きな明暗の中に収まるように、強くなりすぎないように注意しながら書き込んでいきます。デッサンはある部分を強く書くと相対的に他のところは弱くなりますから、弱い部分を探しながら進めていきます。基本的に自分に近いところは強く、遠いところは弱く書きます。取っ手の針金も均一な色味ではなく、
面の向きによる明暗変化がありますからよく観察します。手前の針金は光を受けてかなり明るい部分がありますから練りゴムで白く抜いています。最後に明るい部分を明るくして明暗のコントラストによる金属の質感を表現して完成にしておきます。はい、皆さんいかがでしたか？中級編も10回を超えましたから、ここで今一度基本形態に立ち返って円柱形の応用としてのブリキのバケツとハケをモチーフに選びました。初級編の第2回で紙コップのデッサンをしましたが、白い紙コップに比べて今回モチーフとしたブリキのバケツは金属製なので、キラッと光ったハイライトがあったり、周辺が映り込んでぼーっと明るくなっているところ、逆に暗いものが映り込んでかなり暗くなっているところなど、明暗に随分と変化がありました。またバケツの形は紙コップと似ているのですが、上の開口や底の部分の金属の折り返しの形、取っ手とバケツのつなぎ目、取っ手真ん中の木の形、胴体部分の波形模様など、ないがしろにできない小さな形があり、気の抜けないモチーフではありました。それでは今回の要点をまとめます。1、透視図法の約束を守る。バケツは紙コップと同様に下が細くなった円柱形ですから、楕円は一点透視図法の約束に従って下にある楕円ほど円の形に近づきます。2、バケツは立体感や空間を表現するために手前と奥で意識的な強弱をつけます。上下の楕円の手前の強さに対する奥まったところの弱さや、胴体部分正面の強さに対する輪郭線付近の回り込む形の弱さなど。3、金属の質感を表すハイライトやぼーっと明るい部分は周辺の暗い部分とのコントラストで光らせ質感を表現します。4、ハケの毛の束のようなぼわっと膨らんだ曖昧な形も大きな面の向きを常に意識して明暗を描きます。5、ハケの毛の束は暗い部分を描き明るい部分を残すようにします。その後暗くなってしまった部分を消しゴムで明るく描くつもりで表現します。6、小さな部分の形にモチーフの材質感やそれらしさが現れますから、小さな部分もしっかり観察します。はい、皆さんお疲れ様でした。ハケとブリキのバケツのデッサンの説明は以上です。チャンネル登録、グッドボタン、コメントもお願いしますね。それでは今日はこれでおしまいにします。また次回の動画でお会いしましょう。皆さんごきげんよう。